その最初に作ったのはなんか結構マスターアップが1ヶ月後ぐらいに迫った作品の現場にいきなり投入されて、なんか研修とかないんすねみたいな感じのなんもなかったんですよ。研修なくても1日目からなんか普通にこれ作ってみたいな感じで、やっぱ育てるみたいな余裕よりはマジ即戦力必要なんだなっていうのは感じたんで、なんか武器だったと思うんですけど、おでんとか書いてました。最初は下っ端的なその 2D 素材を書かされ、まあその後はなんかだんだんその彩色補佐とかやらせてもらえるようになって、なんか気づいたらなんかアートディレクターもやることになりみたいな感じにはなっていきましたね。はい。会社の先輩の絵を参考にさせてもらって、すごい勢いで吸収しました。急になんか絵のタッチが細かくなってるんじゃないかと思うんですけど、これはやっぱプロの仕事っていうのを見せつけられて、自分の意識を一気にこう変えた絵ですね。はい。会社の休み時間とかにも描いてたんで、会社のサーバー内にあるその上手い人の絵とかを見ながら描いたって感じですかね。自分結構キャラクターデザイナーがやりたかったんですよね。やっぱ裏方嫌なんですよね。目立ちたくて。なんでちょっと社内でキャラデザできたらよかったんですけど、自分の絵の方向性が結構ちょっとマニアックだったっていうのと、普通に社内にめちゃくちゃ絵が上手い人がいて、その人の画像は崩せなかったっていうところで、副業の方でね、ちまちまとやった仕事が、そのさっきの初仕事から少しずつ本当仕事もらえるようになって、会社を辞めようって決意する頃には割といっぱいいただけるようになったんで、それだったら自分の名前で仕事ができる方がいいと思って辞めました。最初にもらったきっかけは本当ラッキーだったと思ってるんですけど、その後は結構コミケ経由が多かったですね。当時のコミケは結構まだ SNS が発展してなかったんで、野生のプロというか、そういう次世代のクリエイター発掘する場としてかなり機能したと思いますね。今 SNS ですよね、やっぱ。でもなんか SNS に適用できない絵柄の人とかもいらっしゃると思うんですよね。そういう人は別にその SNS じゃないところで頑張るっていうのも全然いいと思うんですよね。今はちょっとないけど、本当コミケとかなんかひたすら持ち込みするとかでもいいと思うし、SNS はみんながやってるからみんな知ってるっていうだけで、他にもそういう場はあるかなっていうのが個人的な見解ですね。はい。最初の失敗した仕事を覚えてますね。っていうなんかさんが出してるソシャゲの絵を描いたんですけど、全然下手くそでめっちゃアートディレクターから赤ペン食らって、当時はその絵の上から勝手に赤ペン引き寄ってムカつくなっていう風に感じでふてくされちゃったんですけど、いやなんか本当に今思うとその時実力足りてなかったなっていうのを感じて、一応最後納品までは行ったんですけど、案件としてリピートはされなくて、なんかそれは割と自分の中ではなんか失敗談ですね。はい。いやでもそれすぐじゃないんですよね。やっぱそんなすぐに失敗だって受け入れられないんですよ。多分みんなそうだと思うんですけど、やっぱなんか 2,3 年経ってからですよね。そういう風に見れるようになったのは。なのでその失敗がどう生かされてるかっていう具体的なところはなくて、そういうなんかやっぱ成功と失敗を繰り返してやっと認めるっていうところにいける感じですかね。そのなんか一個失敗したから急にこ
成長するとか、そんな単純な話ではないと思うんですよね。絵っていろんなものの組み合わせだと思うんで。なんかエロゲーの案件が一個あったんですけど、それも結構自分の中で結構デカめの失敗談で、出資してくれる親会社の方が、いや、この絵だとなんか1万回修正指示しても治りませんねみたいなことを言われたってディレクターから伝えられて、それはショックだと思って結局その後その企画自体が頓挫してしまって、そのディレクターというかプロデューサーもう自分より年下だったんですけど、もうそのゲームを最後に業界から足を洗ってしまって、それってなんか今思うと俺がちゃんともっといい絵上げてたらその人の人生も変わってたのかなみたいな気持ちがあって、ちょっと自分としては結構ショッキングな出来事でしたね。それはね、今でも悔いてます。はい。この失敗なんかどうでもいいぐらい悔いてます。でもそれがあったから、その後もう一回別の会社からご依頼いただいたんですけど、それは発売まで行きましたね。あやめの松と姫様っていう作品なんですけど、それは一応メイン原画を最後まで担当できて、それが一番最初に出たその自分の名前を背負った看板タイトルですかね。はい。そうですね。まず原画が3人いたんですけど、メインヒロインの子とサブキャラ1人。メイン登場キャラの約半分は私が描いたってことにはなるんですけど、それよりも何よりも、この時、この会社のチーフグラフィッカーがなんか突然失踪したらしくて、誰もアートディレクションする人がいないみたいな状態になってるところからスタートしたんですよね。で、なんか色パレットとかないんですかっていうの聞いたら、なんか何ですかそれみたいな感じの返事が来て、ってなってほっといたらこれ炎上してしまうと思って、自分でゲーム会社3年勤めてたんでもういいです。そしたらもう自分アートディレクターやりますみたいな感じで、いきなり初っ端からそのユーザーインターフェースとか素材作りました。なんか1日ぐらいでバーって作って、その1個前のやつがなんか仮素材だと思って聞いたら、これ本番素材ですって言われて、嘘やろ、発売しちゃあかんクオリティやと思って、なんかユーザーインターフェースも自分で作りましたね。グラフィッカーさんに塗ってもらったものを最終的にちょっと背景と合わせて調整する役も私がやりました。チーフグラフィッカーというか、チーフグラフィッカーっていう表現自体がもう古の言葉のような気がしてならないですけど、そうですね。今だとアートディレクターっていうのかな、しましたね。エロゲの後は今度は全年齢でなんか祝い姫っていうゲームをやったんですけど、夏のホラーっぽい感じの雰囲気の、これはめちゃくちゃ大変でした。原画一人だったんで大変でしたね。1年ぐらいだったと思うんですけど、50枚ぐらいだったような気がしますね。他の仕事と言い合いつけるの大変だった覚えしかないですね。嫁がその時なんか一番なんか観察してきた中で一番その時辛そうだって言ってました。はい。ちょっとこれは悪口になっちゃうんですけど、なんか週1定期ミーティングみたいのがあって、それがね、なんかすげえメンタル削られるんですよね。みんなからなんか言われるから、みんな寄ってたかって俺の構図とか、なんか線画とかを、こう変じゃないですかねとか言うと、ちょっと本当にきつかったんで、窓口は一本化した方がいいって思いました。はい。絵を描くのを楽しんでるというよりはなんというか、仕事としてやりたいっていう感じの気持ちの方が強いかもしれないですね。